ちは、佐久間美桜の美ボディ研究部部長の佐久間美桜です。今日はですね、最近毎日インスタで Q&A やってるんですけど、やっぱりバストアップについての質問が多くて、その中でもこちらの動画のマッサージ部分について詳しく教えてほしいとか、見ながら一緒にできる感じで作ってほしいといったコメントがすごく多かったです。だいぶ前、1年半くらい前にアップした動画なんですけど、未だに毎月の再生数上位に入っているので、全国の女子部員たちがいつもどこかで動画を見ながら一緒に頑張ってくれてるのかと思うと、部長は最近なんだか使命感に燃えております。ということで今日は改めてバストアップマッサージについて質問の多かった部分に触れつつ解説していきたいと思います。1年以上経ってるのでね、前回の動画の時からアップデートされてる内容もありますので、最新版サクマッサージをご紹介したいと思います。レディゴー。さて、マッサージを始める前に佐久間流のポイントが3つあります。1つ、マッサージする時間はお風呂中か直後の血行が良い時に行う。いつやればいいの？朝もやった方がいいですか？といった質問もね、多かったですが、1日に何回もやれば大きくなるというわけではないので、私は1日に1回、お風呂中か上がってすぐの血行がいいタイミングに、なんか滑りが良くなる保湿クリームとか何でもいいんですけど、オイルとかボディバターとかね、塗ってあげてマッサージしてあげることをおすすめします。私はめんどくさがりだから、お風呂で体洗う時にボディーソープで滑りも良くなるついでにやってます。というか、そうでないと多分私は続かない。よく続けるコツは何ですかとかも聞かれるんですけど、私の持論的には、すでに無意識レベルで毎日続いている行動の一部に入れ込んじゃうことだと思います。歯磨きとかお風呂とか、同居人もいるから長風呂ができないっていう方なんかはお風呂上がりの方がいいのかなと思いますので、ご自分の生活内容を考えて入れ込めそうなところに1日1回入れてみてください。ちなみに前後にコップ1杯の白湯を飲んであげると老廃物が出ていきやすくなるので、より効果アップです。2つ目のポイントが姿勢を正すこと。せっかくね、体の老廃物をマッサージで流して胸が大きくなる栄養分が入ってきやすい状態を作っても、日頃の姿勢が悪いと前にある臓器とか筋肉とかいろいろ縮こまったり圧迫されたりして代謝も悪くなるし、便秘になっちゃったり疲れやすくなったり、せっかく胸が大きくなってきても垂れたりとか形が悪くなっちゃったりしますので、大きくなればどんな形でもいいとは思われてないと思いますので、毎日マッサージすることと同じくらい日頃の姿勢を気をつけるのも大事です。姿勢についての動画はね、前にも出しているので、どうやって正すのっていう方は見てみてください。あと最近私がハマってるのが、体の中から姿勢っていうか歪みを整える IAP 呼吸法とかも取り入れてます。そしてポイント3つ目が、リンパの流れに沿って優しく撫でる。どれくらいの力でやればいいのっていう質問もね、多かったですが、リンパ管っていうのは皮膚のすぐ下にあるので、そんなに指圧マッサージのようにね、力を入れなくても、なんか滑りの良くなるものを塗った状態で優しく圧をかける。とっと触れただけだと右腕は動くでしょ。ギュッと持った状態だと動かないでしょ。その中間ぐらいの強さ、力を入れれば動きますせくらいな、撫でる程度っていうんですかね、それぐらいの力加減がちょうどいいと言われています。強すぎるとね、揉み返しが来たりとか、あざとか内出血の原因にもなるし、滑りが悪いと摩擦でたるみやシワの原因にもなるので、こういったオイルとかクリームとか、お風呂中ならね、ボディーソープでしっかり滑りを良くしてあげて、優しく洗い撫でるみたいな力で、あとどんなに急いでても慌ててこすったりせず、リンパの流れは緩やかなのでね、ゆっくりリラックスしてあげながら行ってください。それでは本題のマッサージのやり方です。いつもはね、お風呂場でボディーソープ塗ってやるんですけど、今日は代わりにクリームを塗って説明したいと思います。回数も指定してほしいという声もあったので、一応私がやってる目安を書いてますが、マッサージの順番とかもね、日によって変えたりしますし、必ずエキカリンパセットほぐした後にすぐさま二の腕をほぐし、すぐ背中に入らなければならないとか、そんなコマンド入力的なものではないので、流す方向さえ間違わなければ、順番とか回数は大体で大丈夫なので、とにかくいろんなところの脂肪を胸に導いてあげて、体内のゴミを脇に流せば OK くらいのざっくりした感覚で聞いてくれればなと思います。はい、じゃあまずは鎖骨&エキカリンパ節をほぐす。上半身のゴミ箱的存在である鎖骨リンパ節やエキカリンパ節をほぐして、ゴミを入りやすくします。ゴミ箱が詰まってたら、せっかくゴミを運んできても入らないのでね、両手でピース作って、人差し指と中指でこの鎖骨を上下から挟んで、真ん中から外側に向かってゆっくり流し、脇の下まで持っていきます。部長、腕が上がりませんっていう方は、親指の第一関節でも大丈夫です。私もどっちもやりますね。で、次はエキカリンパ。脇に4本指をブシュッと突っ込んで、親指で挟み、もみもみします。手は90度くらいに曲げてあげた方がやりやすいかな。日によって変わりますが、5回から10回ぐらいどちらも揉んであげ
ます。続いて二の腕をほぐし流す。二の腕の一番太い部分を優しく揉みほぐします。流す方向は手の指の方から脇の方に向かってこうですね。だから揉む時も肘の方から脇の方に向かって、この時は昔エステサロンでバイトしてた時の知識でセルライトを潰すって言ってましたが、これだけたくさん再生していただいてて間違えたこと言っちゃってたら申し訳ないなと思って、改めてエステとかだけじゃなくてお医者さんのね和訳された論文とかも調べ直してみたら、なんとお医者さん曰くセルライトは病気ではないためあまり研究が進んでいない分野だそうで、原因や対策についての正解っていうのはまだ見つかっていないっていうのが真実なんだそうです。ネット調べててもね諸説あったので、真実が分かっとらんなら無理に痛い思いして潰そうとするより、研究が進むまでセルライトは一旦無視してリンパの詰まりを流してあげることを重視して最近はやってます。二の腕について一番おすすめしたいのは、とにかくこの動きでこの肩甲骨あたりからぐわーっと脇の下に持っていく。これが一番二の腕細くなったし、二の腕が太く見える原因ってこの横の分厚さとかよりもギュッて腕を寄せた時の後ろ側のこの辺りのお肉だと思うんですよ。だから本当にこの動きとにかく騙されたと思ってやってみてほしい。それこそリンパの詰まりが解消されたのか、セルライトもね目立たなくなったように感じるんですよね。コメントとかインスタの DM でもね、本当に細くなりました、胸も張ってきましたっていうご報告メッセージ本当に毎日いただくので、人間の体はねまだまだ未知な部分も多いので、簡単にネットの情報を信じるより一度試してみて、異常を感じたら人の意見より自分の体の言うことを聞く、で効果を感じたら続けてみるっていう感じが一番じゃないかなと思います。ただね、ここであるあるな注意点ですけど、人って面倒くさいことに挑戦しようとしている時って自分に都合のいい情報ばかり拾うらしいので、検証結果もないどこの誰かもわからない人の医療関係者だけどこの方法意味ないよ、逆効果ですよとかいう言葉を見たりとかね、友達からそれ意味ないらしいよと聞いただけで脳内が無意識にラッキーやらなくて済むと飛びつこうとするんだそうです。こういう方はねその繰り返しで一向に前に進めなくなりがちで、しかも同じような人を増やそうとこの方法意味ないらしいと書いたりする側に回ったりもするので、皆さんもやったことないですか？何人かで待ち合わせとかしてて、自分がやばい遅刻しそうっていう時に今日雨だからゆっくり気をつけた方がいいよとかこう足を引っ張ろうとしてみたことなので、まあ試してみて自分に合うか考えるように私はしています。余談が多くなりましたね、すいません。次に背中の脂肪をバストにお帰りなさいさせましょう。お胸は出てないのに背中にやたら脂肪があるっていう方は、寝ている間なんかに本来お胸であるはずの脂肪が背中に流れちゃっているっていう場合が多いので、そういう方はね割とすぐバストアップしやすいと思います。さっきもちょっと言っちゃったけど、この動きをこうやって二の腕から脇の下へ流したり、その延長線で背中からも前に前に持ってきて最終的に脇の下へ流します。慣れてない方はね優しい力でも少し痛いかもしれませんので、回数とかは本当は無理せず毎日徐々に続けてあげればだんだん痛いから気持ちいいに変わってくると思います。で反対側もやってあげたら、私はちょいちょい液化リンパ節ほぐすので、最初だけじゃなく好きなタイミングで流してきたらその延長でほぐしてあげてもいいかなと思います。そしてここまでバストアップのマッサージなのに一向にお胸に触れておりませんが、ここでやってきました4番目、お胸をほぐします。お胸全体のコリをほぐして栄養を通りやすくするイメージで、両手でお胸の上下を回してあげるように、回すほどないんですけどっていうコメントもねたくさんいただいてたんですけど、いいか我が胸よ、ここにこんな形で現れるんだとイメージしながら形をね縁取ってあげるだけでも、脳みそって意外と単純なので、イメージがリアルになればなるほど体に変化を与えてくれると私は信じてます。フィクションのホラー映画なんて現実じゃないって分かってるのに、リアルに体験したような気分になるから体から冷や汗が出てきたりとか鳥肌が立ったり変化が現れたことはありませんか？だから体ってね意外とそんなものらしいので、イメージの力は本当に大事です。でももちろんね物理的に余分な脂肪がどこにもついていなかったり、栄養不足な状態ではどれだけイメージしても脳も混乱してしまうので、そもそもが痩せすぎているような方はまずね栄養をできるだけたっぷりとって睡眠もたっぷりとるのが先決です。私もね学生時代は今より12キロ太っていたので
胸はその名残みたいなもんです。でそういうイメージをしながら、上の手は脇から真ん中へ、下の手は真ん中から脇へ回すように5回から10回ほどやってあげたら、次は上下入れ替えて、上は真ん中から脇へ、下は脇から真ん中へ、同じく5回から10回ぐらい回し流します。で最後は上の手を脇まで持っていくっていう意識で流してあげます。反対も同じように5回から10回くらいやってあげましょう。で次は下からこうぐわーっとちょっと気持ち寄せながらマッサージしてあげます。でこの時お胸の周りだけじゃなくて、指は開いた状態でちゃんとバストトップも通ることで刺激されて女性ホルモンが分泌され、胸が大きくなるので、ちょっとくすぐったいですけど、その辺もね避けずにマッサージしてあげましょう。姿勢は常に正したまんまですよ。そして最後は下から上に、もうお腹のお肉もお胸に集合みたいな感じで流してあげてください。この時一つ注意点なんですが、上に上げて離しちゃうとブルルンってなってあんまり良くないので、ランニングとかね激しい運動の時もそうですけど、あんまり胸を上下に揺らしちゃうと、ハレチチ対策の動画でも話しましたけど、クーパー靭帯がダメージを受けちゃって胸が垂れやすくなっちゃうので、必ずこのマッサージの時もこっちの手で支えながら、こっちの手が支えがなくなる直前にこっちで支えてあげるというような動きでマッサージしてあげてください。これも下から上げる時もベインってならないように押さえつけるような感じで流してあげてください。そして最後5段階目が液化リンパ節を再びほぐす。再び液化リンパ節をほぐすことで、ゴミ収集車さんがゴミ処理場へ持って行ってくれるっていうイメージですかね。最後にやるなら別に1でやらなくてもいいんじゃないのって思うかもしれませんが、1でゴミがいっぱいの状態で、ゴミがねこの辺にポイ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 散乱されている状態じゃ、ゴミ収集車さんもある程度しか回収してくれません。せっかく集めてきたゴミなんだから全部きれいに持って行ってほしいと思うのであれば、ちゃんとゴミはまとめておきましょう。でも前にも言いましたが、1回やったくらいじゃ今までのね長年の癖の方が強いので、1日ぐらいしたらすぐに元の位置まで戻ってしまいます。せっかく今脂肪たちがねこっちかーって流れを覚えつつあるから、効果を感じた方はもちろん、いまいち感じなかったっていう方も最低2週間くらいは毎日続けてみて、脂肪たちにね教え込ませてあげましょう。ということで以上まとめるとポイントは3つでした。マッサージを行うのはお風呂中か直後の血行が良い時、そして常に姿勢を正してあげる、そしてマッサージの強さはリンパの流れに沿って優しく撫で流す。マッサージの仕方はまず鎖骨や液化リンパ節をほぐす、そして二の腕をほぐす、そして二の腕や背中の脂肪をお帰りなさいさせる、そしてお胸を優しくほぐし流し刺激する、最後にもう一度液化リンパ節をほぐしてゴミ処理場へさようなら。他にもね細かい質問はありましたが、あんまりね細かいことは気にしすぎなくて大丈夫です。1日でもできなかったら全て水の泡とか、力の入れ具合がほんの少し私と違ったら大きくならないとか、順番や回数を間違うと逆効果みたいな、材料 1g 間違うと失敗する超一流パティシエのお菓子作りみたいなシステムではないので、もっと学食の昼飯くらいの感覚でいいので、あんまりこうじゃなかったらどうしよう、どうするんだろうわかんないってもうやめたってなるよりも、なるべく毎日気にかける時間を作ってあげるだけでも変化はあるはずなので、試されたと思って最低2週間くらいは続けてみてほしいなと思います。ということでわからない点は解決できましたでしょうか。次の動画はねリクエストにもあったもう動画を再生した瞬間から挨拶とか余談は入れないで、今日解説したマッサージを毎日一緒にする専用の動画をアップしますので、ぜひ慣れるまではお風呂場に持ってって一緒にやりましょう。それでは本日の研究結果は以上になります。少しでも参考になりましたらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。インスタでは毎晩ストーリーやライブ配信で Q&A なども行っておりますので、ぜひ概要欄から遊びに来てください。それではまた次の部活でお会いしましょう。バイバイ。